はい、こんにちは。今日はね、イエロースライム攻略やっていきたいと思います。一部の物質を除いてほとんどの物質を食べてしまうイエロースライム。しかも前回見つけたやつは噴気口に自然に湧いてくる硫黄を食べ続けてどんどん大きくなって、これ以上ほっとくと手がつけられなくなりそうなんだよね。なので今のうちになんとかしたいということで行ってみましょう。まずほとんどの物質を食べるって言ったんだけど、じゃあ食べられないものは何というと、金、銀、ガラスですね。って言ってもね、食べないのとダメージを与えられるかは別問題で、前回実際に金と銀で殴ってもダメージが出なかったんだよね。これは多分大きい物体にはダメージが入りにくくなる法則が影響してるんじゃないかと思うんだけど、十分なダメージさえ叩き出せればなんとかなるんじゃないかな。とある文献によると、握力×スピード×体重イコール破壊力っていう法則があるんだけど、この世界では握力は使えないので、スピードか重さでダメージを上げる方法を考えましょうか。っていうかね、火薬の爆発のスピードで銀の玉を飛ばしてそれで倒すっていう方法をエール氏が実証済みなので、それを参考にして火薬を使ってみようかな。ちょうどその辺で火薬の原料の硝石を拾ってきたので、これと硫黄を合わせれば火薬を作ることができます。硫黄は噴気口から湧くんだけど、噴気口も近くにあるので、あとはスライムをなんとかすれば。でぐるぐる回っとるやないかーいまあ船にも火薬は積んでるんだけど、この時まだ難度 C のバグが治ってないので、別の方法で考えましょうかね。で次に試すのは重さ。以前斬馬刀の回で重い武器だとダメージが上がることを確認済みなので、同じようなものを作っていきます。ただし今回は相手がイエロースライムなので、イエロースライムが食べないもののうちガラスをメインで作っていきます。ガラスは前回わざわざ珪砂を拾ってきたんだけど、要塞のビーム保護台の部品にガラスが含まれてたので結構有り余ってますね。で刀身の本体は壊れにくいように大きく作って、周りに小さいガラスをくっつけていきます。小さいガラスは尖った部分で敵にダメージを与えやすくする目的と本体を守る役割を果たします。その代わり敵にぶつかった時に多分壊れちゃうんだけど、もともとそういう想定です。本体が割れちゃうと周りも全部外れちゃうので、本体にも念のため補強用のガラスと銀をつけときます。金を使ってもいいんだけど必要以上に重くなりそうなのでひとまず見送ります。ちなみにこの作業をし終わったあたりで
バージョン 1.6.1 にアップデートされました。前回困ってた難度 C の問題以外にもいくつかバグが治ったので、これで安心して遊べますね。この段階でやろうと思えば船の火薬が使えるようになったんだけど、もう作っちゃったのでこれでいきます。よし、これがガラスの剣。両手を使ってもほとんど動かせないんだけど、ホルスターを使うことでなんとか動かせます。ではいよいよイエロースライムを倒しに行ってみましょう。果たしてこの武器で通用するのか。多分一撃まともなのが入れば分裂したやつは倒せるとは思うんだけど、あれ、なかなか向かってこないですね。どうした？かかってこいや。なんだ？あ、お亡くなりになってる。はい、ここでバージョン 1.6.1 の修正内容を確認してみると、イエロースライムが調理できない不具合を修正。なるほど。つまり噴気口の熱で調理されちゃってますね。これだけ大きい物体だと簡単には熱は通らないんだけど、前回私が要塞を攻略している間ずっとここにいて低温調理されてたみたいですねで、温度は100度になってって、本来ならお亡くなりになってたはずなのにバグで生きてってバージョンアップと同時に調理済みになったんでしょう。ということでイエロースライムを倒すことができました。ってなわけにもいかないので、実はこいつ以外にもその辺にイエロースライムがいるので、引き続き戦っていきましょう。十分なダメージが出ますね。で、順調に倒せてるのはいいんだけど、全滅させちゃうとイエロースライムと遊びたくなった時に遊べなくなるので、1匹は残しときたい。よし。あ、ということでイエロースライムを攻略することができました。まあ1匹残したかったのでもっぺんやり直してるんだけど、映像的にはほとんど変わらないので、その映像を流しながらまとめていきます。まず武器がほとんど通じないイエロースライムなんだけど、ダメージを与える以外にも火で熱する倒し方もあるってところですね。今回はうっかり調理されてたんだけど、意図的に噴気口に誘い込んだり火をつけた場所に誘い込むってな作戦もありですね。で、以前残馬塔を作った時は動かない基地やプレイヤーから逃げるドローンが相手だったので、見た目ほど強力な武器としてはアピールできなかったんだけど、今回みたいに向かってくる相手であれば構えとくだけでも十分役に立ちますね。まあそんな感じで2匹
確保できたのと、大して問題もなく無事に倒すことができました。で、こいつを材料にして補修材が作れるんだけど、せっかくなので前後の作業も含めてやっていこうと思うので、今回はここで区切ります。ということで、次回は補修材やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバイ。